こんにちは。今回の動画は、最近、あまりアップしていなかった 190E、W201 のメンテナンス動画です。最近、右後ろのパワーウィンドウが上げるときに、動作がかなり遅くなっていました。下げるのには問題がありません。上がるときが非常に遅くて苦しそうです。比べるために左側を見てみましょう。重力に逆らって上がるときには、下がるときよりも負荷がかかります。窓ガラスが挟まっている部分の滑りが悪くなったり、パワーウィンドウレギュレータのレール部分のグリースが劣化して抵抗が大きくなって、上がるときに苦労している可能性があると思いました。まずは、窓枠の部分にドライフアストというフッ素系の潤滑剤を吹き付けてみることにしました。全然良くなりません。むしろ悪くなってしまっていますね。内張りを外して中を見てみようと思ってドア側のスイッチで窓を閉めてみたら正常に動作することが判明しました。運転席側のスイッチを操作している時にだけ異常があることが分かりました。原因は運転席のスイッチにありました。確かパワーウィンドウスイッチの予備を持っていたはずでしたので、部品保管箱を探しています。ありました。壊れた古いスイッチと壊れていない中古部品のスイッチをストックしていました。この車のパワーウィンドウスイッチは壊れやすいです。20年前にはディーラーにはこのスイッチの在庫がありましたが、その後は何でも取り寄せになってしまいました。パワーウィンドウは急に動かなくなると非常に困りますから、予備を確保していました。それでは早速センターコンソールを外してスイッチを交換する作業を進めていきます。まずはじめはこのシフトゲート周りの部品を外します。上に引き抜くだけです。次はウッドパネルを外します。この時はウッドパネルの前側は爪で固定されているので、まず後ろ側を持ち上げながら後ろにずらして外します。本革のシフトノブを傷つけないようにカバーをしておきました。それぞれのスイッチの裏側に車両側からのコネクターがあるので、隙間から手を入れてそれを外していきます。チャイルドロック以外のスイッチにはコネクターには爪はありません。結構硬く止まっているので、マイナスドライバーを間に入れてこじって外します。後でお見せしますが、力に自信があるからといって、力任せにコネクターを外そうとすると、
スイッチを固定している爪が割れてしまうかもしれませんので、ほどほどにして、その爪に負担がかかりすぎないように、マイナスドライバーを利用した方が安全です。ウッドパネルが外れました。劣化していたウッドパネルの一部が割れて取れてしまいました。これも後で補修します。故障しているスイッチをウッドパネルから外します。前後に爪があり、固く固定されています。この爪が非常に破損しやすいので、必要最小限に爪を開くようにしますが、それでも爪が割れてしまうことがあります。そうなると、スイッチを操作するときに、奥にスイッチが落ちてしまう状態になってしまいます。結構、そうなっている車はあります。もし、爪が割れてしまったら、爪をしっかり補修する必要があります。今回は、運よく割らずに外せました。スイッチを交換する前に、分解して内部を確認しておきます。スイッチの足の部分が割れてしまうのが定番の故障原因です。このスイッチは、この部分を過去に補修してあります。足には問題はないようでした。シーソーみたいな形をしている接点部品の接点を調べています。接点が黒く焦げているのと、接点の突起部が摩耗して平坦になってしまっていました。こちら側が正常な接点、反対側が摩耗した接点です。仕組みを見ておきます。スイッチをパワーウィンドウが下げる方向に押すと足が前に動きます。シーソー部品は前側の接点が下に動いて接続します。右側のシーソーはパワーウィンドウを下げる接点。左側のシーソーはパワーウィンドウを上げる接点です。接点の摩耗により通電不良が発生して焦げてしまい、十分な電力がパワーウィンドウに供給されなくなったことが故障原因でした。接点の焦げをきれいに掃除しました。また、シーソー部品を前後入れ替えて、摩耗していない接点を使うことにすれば、このスイッチはまだ再生できそうです。スイッチを組み立てていきます。シーソーを動かすときに、小さなボールが足の動きをスイッチに伝えます。たかがスイッチですが、非常に凝った作りをしているのは、しっかりした固めの操作感覚としなやかな動きを両立させるためです。社外品のスイッチはたくさん出ていますが、純正部品と比べて操作感覚が全く違っていて、良くないと言われています。また、社外品の方が純正部品よりもさらに故障しやすいという悪い評判も耳にします。きちんと機能するか、修理したスイッチを単体で取り付けてテストします。完璧です。スイッチを分解した時に内部の電球が切れてしまった経験があるので、念のために確認しておきます。照明も大丈夫でした。前に全部組み立ててから夜走った時に気がついたことがあります。それでは、ここからは破損させてしまったウッドパネルの補修をしていきます。経年劣化により本物の木が使われているために木が伸び縮みして
木と表面の樹脂部分が分離してきます。私は分離した部分を剥がしてから木工用ボンドで貼り直しています。あちこちに剥離している部分があるので、隙間に木工用ボンドを爪楊枝で塗り込んで補修していきます。夢中でやっていたらこんな風になってしまいました。このウッドパネルは新品部品は入手不可のようです。また、購入できた時の定価は$1000くらいしたようです。リペアする専門業者もありますが、非常に高額ですから、私はこうやって補修して使い続けています。スイッチの再生修理とウッドパネルの補修が出来上がりましたので、これを車に取り付けていきます。見えにくいですが、前側左右に水平方向に爪があるので、これをセンターコンソールの縁に横方向で差し込みます。後ろ側は縦方向の爪ですから上から押し込みます。シフトゲート周りのカバーは4箇所の縦方向の爪がはまり込んで固定されます。爪が入る穴に入っていくのを確認しながら挿入していきます。完成しました。今回のパワーウィンドウ故障は、パワーウィンドウレギュレータの故障ではなくて、スイッチの問題でした。似たような故障が起きた時には、すぐに高価なパワーウィンドウレギュレータを注文してしまわずに、まずはスイッチを入れ替えてテストしてみることが大切です。修理に出した場合には、整備士がパワーウィンドウレギュレータだと思い込んで、部品交換してしまい、10万円以上も修理費用を払ってしまったのに、結局はスイッチの故障だったということもあるかもしれません。ちなみに純正スイッチも安くはありません。1個1万円くらいします。4個とも回路は同じですから、スイッチと思い込まずに、まずは入れ替えて確実に診断をすることをお勧めします。